あなたはいくつ知ってるミラージュコロイドの転用兵器。ミラージュコロイドとは、電磁波のうち人の目で見える波長可視光線を変更させるという特性を持つ微粒子のことである。このミラージュコロイドを用いた技術の中でも特に有名なものが GATX207 ブリッツガンダムに搭載された電磁光学迷彩機能ミラージュコロイドステルスであり、ありとあらゆる索敵手段に対してほぼ完全なステルス性能を発揮することが可能になるシステムである。このミラージュコロイドステルスは、散布したミラージュコロイドを装甲表面に磁場定着させることで、光学観測や電磁波、レーダー波による索敵をほぼ完全に無効化し、絶対的なステルス機能によって目視による観測でも捕捉困難とされている。しかし初期に開発されたブリッツガンダムのミラージュコロイドステルスには弱点も存在しており、消費電力が非常に大きい上に水中では使用不可能。機体から発する推進機の燃料ガス、熱源反応、温紋はミラージュコロイドステルスの対象外となっている。さらに最大稼働時間は80分と制限があり、 GATX シリーズに採用された防御機構の新技術フェイズシフト走行との併用も不可能なため、広範囲攻撃となる硫酸弾頭や戦艦クラスの弾幕射撃などの被弾しやすい状況下では使用しづらいという短所も併せ持つ。ブリッツガンダムの開発当初は黒を基調とした装甲色にのみその効果を発揮するミラージュコロイドであったが、後に改善され、さまざまなモビルスーツ、戦艦、戦略兵器などに採用されることになる。しかしその高いステルス性は国家間の強い相互不信を生み、大量破壊兵器による絶滅戦争を引き起こしかねないという理由から、コズミックイラ72に締結されたユニウス条約によって表向きではあるがミラージュコロイドの軍事利用が禁止されることになる。また時代の流れとともにミラージュコロイド対策技術も発展していき、後述するミラージュコロイドデテクターやミラージュコロイドセンサー、ボアチュール・リュミエールなどの新技術によってミラージュコロイドのステルス性は絶対的なものではなくなっていくことになる。ミラージュコロイドステルスの採用兵器。非常に高度かつ絶対的なステルス性を発揮できるミラージュコロイドステルスではあるが、技術的な問題やコスト面から特殊作戦遂行型などの少数機にのみ採用され、第一次連合プラント大戦以降は表面的な効力しか持たないユニウス条約の裏で地球連合プラントともに極秘裏にミラージュコロイドステルスを搭載した条約違反となるモビルスーツや戦艦を開発するに至っている。地球連合軍では前述のブリッツを筆頭に GATX207SR ネロブリッツ、 TSMA2 メビウス、 GATSO2R エヌダガー N 特殊戦闘艦ガーティールーなどに採用。ブリッツを奪取したことでミラージュコロイドの技術を入手したザフト軍では、核動力搭載型モビルスーツ ZGMF-XW1A リジェネレイトガンダムや ZGMF/ARX1 人戦術航空偵察タイプ AMF103A インレイブン巨大戦略兵器ジェネシスに採用。オーブではガンダムアストレイ、ゴールドフレーム系列の各機体やオーダーが所有する可変特殊モビルスーツ MVFX08 エクリプスガンダムに採用。また謎の組織ライブラリアンが開発したモビルスーツヘイルバスター、ネブラブリッツ、ガンダムアストレイ、ミラージュフレームセカンドイシューに採用されている。ミラージュコロイドの派生技術。ミラージュコロイドを用いた代表的な技術は前述のミラージュコロイドステルスであるが、それ以外にも多種多様な兵器への転用を実現させている。ビームサーベル。コズミックイラの世界ではミラージュコロイド用の磁場形成機構を応用することで近接格闘戦用のビームサーベルが開発されている。最初に開発したのはミラージュコロイド技術を得意とする地球連合軍であり、初期の GATX シリーズで実用化され、後にザフト軍でも普及していくことになる。ユニウス条約締結後のミラージュコロイド式ビームサーベルに関してはグレーゾーンとされ、継続してさまざまな新型モビルスーツに採用されている。一説によればミラージュコロイド式ではない別モデルが新規に開発されていたとする説も存在している。ゲシュマイリッヒパンツァー。ミラージュコロイドの技術を応用した特殊防御兵装。ビームライフルなどの指向性エネルギー兵器を歪曲させる能力を持つエネルギー変更装甲であり、装甲表面から磁場を発生させ、その力場によってビーム砲の粒子を屈折歪曲させることで攻撃を防ぐという優れた防御力を有する特殊防御兵装である。また防御だけでなく
磁気が放射したビームの軌道も変更可能となる。 GATX-25 にフォビドゥンの背部飛行ユニットに搭載され、後に地球連合軍の巨大戦略兵器レクイエムの中継ステーションなどに採用されている。スクリーミングニンバス ZGMF-WX-09T ドムトルーパーの左胸部に搭載された高性防御フィールド発生装置。ミラージュコロイド技術を応用することで、ビームと同じ性質を持つ粒子を機体前面に展開し、敵にダメージを与える高性フィールドと外部からのビーム砲を遮断する防御フィールドを膜状に形成するという攻防一体の特殊兵装である。スクリーミングニンバス展開状態で敵陣に突撃することで、進路上に存在する目標を溶解、多大な損害を与えることが可能となる。この装備を用いた3機の連携フォーメーションをジェットストリームアタックと呼び、かつてのトリプルドムを彷彿とさせる連携技を繰り出すことができる。しかしあくまでスクリーミングニンバスを3機同時に展開し、より強固かつ効果範囲を拡大したフィールドを形成する突撃技というだけであり、トリプルドムのような連携攻撃というわけではない。それでも広範囲に高性フィールドを展開した状態で突っ込んでこられたら、受ける側からしたら恐怖でしかない。余談ではあるが、ドムトルーパーのパイロットヒルダ・ハーケンのモデルが機動戦士ガンダムに登場するマチルダージャンであり、マチルダさんに眼帯をつけたらこんな感じになるという制作秘話がある。なおヒルダは目に傷があるわけではなく、眼帯はただの飾りでしかない。分身ディスティニーやその系列に属するディスティニーシルエット搭載機が発生させることができる光学残像を用いた多重残像機能。ディスティニー系列機は DSSD 新宇宙探査開発機構が開発した惑星間推進システムボアチュール・リュミエールの発展型を搭載し、これによって高機動戦闘時には背部のウィングユニットから光の翼を展開。強大な高圧を推進力に用いることで爆発的な加速性能を実現させている。またこの光の翼に加えてミラージュコロイド技術を応用することで、ミラージュコロイドを広域に散布し光学残像を発生させる特殊機能も付与されている。これがディスティニーの分身機能であり、光学電磁波の双方で敵機を欺くことが可能となる。バチルスウェポンシステム民間軍事企業アクタヨン・インダストリーズ社が開発した NMSX-07PO ゲルフィニートに搭載されたコンピューターウイルス散布送信装置がバチルスウェポンシステムである。このシステムはミラージュコロイドの粒子を利用し、敵機の電子機器にコンピューターウイルスを送信。これによって敵機のコントロールを掌握し、意のままに操ることが可能となるシステムである。後にこのシステムはZGMFX-12A テスタメントガンダムや ZGMFIX-21R プロトセイバーに搭載され、このシステムを元にしてコズミックイラを代表する遠隔誘導兵器ドラグーンシステムが開発されることになる。ビームアンテナガンミラージュコロイドの技術を応用した多周波域超高指向性の通信装置がこのビームアンテナガンである。ビームアンテナガンはニュートロンジャマーの影響下でも高精度無線通信を可能にするシステムで、従来型のアンテナを凌駕する通信精度を実現。全域通信式統制用モビルスーツ ZGM-1000/R4 コマンドザク CCI の携行用装備として実装された。なおビームアンテナガン1機にかかるコストはザクオーリア1機と同額とされている。マガノイクたちミラージュコロイド技術を応用して開発された電力吸収式の秘殺兵器 MBF-P01RE アマツアストレイゴールドフレームアマツの背部に搭載されたこの装備は、本機を中心にした空間にミラージュコロイドを散布し、空間内にいる敵機のエネルギーを強制的に放出させることで行動不能に陥れるとともに、放出させたエネルギーを吸収することも可能となる。しかし本機が完成した段階ではまだ試作兵器であったため、システム自体は未完成で、マガノイクたちを直接敵機に接触させエネルギーを放出させるだけにとどまっており、吸収機能は不完全な状態になっている。またマガノイクたちには射出型1つ兵器マガノシラ矛を2機内蔵しており、先端部はフェイズシフト装甲が採用されているため、エネルギー供給用ケーブルによって本体と接続されている。後にミラージュコロイド制御技術が発展したため、直接触れることなく強制的に放出させることが可能になった。またライブラリアンが開発したストライカーパックマガノイクタチストライカーも存在しており、これを装備した機体は
マガノイクたちと同様のミラージュコロイドを使用した能力を発揮することができる。ただし能力を発揮するためにはミラージュコロイド制御に対応した機体だけに限られており、 LNGATX207 ネブラブリッツに装備されている。後にこの技術はロウギュールによってバンセイバー界の背部に採用。高機動可変モビルスーツという非常に扱いづらいバンセイバー界であったが、マガノイクたちストライカーのミラージュコロイドを機体の空力制御に有効活用できたため、パイロットであるイライジャ・キール専用の扱いやすい機体として生まれ変わることになる。カルドブルッフ MBS-P02 ガンダムアストレイレッドドラゴンの背部に搭載されたモビルスーツ専用多機能ツール。ジャンクやロウギュールが自作で開発した本装備はあくまでビルドカッター、ビルドナイフ、溶接用トーチを備える多機能ツールであり、武装ではない。ミラージュコロイドの散布機能を有するほか、敵機のミラージュコロイドを無効化する機能も兼ね備えている。ガンダムアストレイミラージュフレーム MBS-P05LM ガンダムアストレイミラージュフレームに搭載された特殊フレームの一つ。この機体はライブラリアンがアストレイ5号機に改修を施し完成させた機体であり、ミラージュフレームに搭載されたシステムはバリアブルフェイズシフト走行とミラージュコロイドを併用することによって機体の外見を自在に変化させることが可能になる。ミラージュコロイド対策技術。ミラージュコロイドセンサー。前述のミラージュフレームに搭載されたブレードアンテナはミラージュコロイドセンサーアンテナと呼び、ミラージュコロイドを散布することで散布した領域内の敵機やミサイルの動きを把握できるという機能を有している。ミラージュコロイドデテクター。ミラージュコロイドの粒子そのものを探知するレーダー装置。このシステムの誕生によってこれまで絶対的なステルス性を有していたミラージュコロイドステルスの探知が可能になった。しかし完璧な位置までは探知することはできず、ミラージュコロイドを使用中の見えない敵機が近くにいるという程度の探知能力になっている。主に ZGMFX12 ガンダムアストレイアウトフレームに搭載されている。ボアチュール・リュミエール。本来このシステムは DSSD が開発した惑星間推進システムであるが、エリア内に侵入してきた物体やステルス機能を持った敵の動きを探知する機能も備わっている。 GSX401FW スターゲイザーで実装され、戦闘用モビルスーツへ発展させたものがストライクフリーダムやディスティニー、ガンダムアストレイレッドフレーム界などに搭載されることになる。ただし探知機能としてボアチュール・リュミエールを使用した機体はレッドフレーム界だけである。以上、あなたはいくつ知ってるミラージュコロイドの転用兵器の動画を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。